こんばんは。はるです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の調査を5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手などを追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、最新版のディフェンダー選手のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、新選手の追加ということは今回もないんですけれども、トリプルスレッドのカルバハルを前回からは少し下げたという風な形になってますね。そして続いては C です。C はですね、前回からだと新選手の追加がありまして、ファンタジー FC のモリーナをここに追加をしました。モリーナに関してはですね、逆足4だったりとか、パスもある程度つなげるっていうのは素晴らしくって、ペースもね、91あるのは、いいところではあるんですけれども、守備がね、若干フィジカル面、球際の部分が弱いという風な選手にはなりますね。一応クロスのプラスも持ってますので、基本的にはちょっと上がらせるような、サイドバックの選手にはなります。ただ代わりはいるかなっていう風なところで、これからのアップグレには、期待ではあるんですけれども、この87のモリナだったら、C ランクかなという風に思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、新選手、こちらも追加がありまして、ファンタジー FC のヤンコート、そしてマートセン、この2名を B ランクに、入れました。で、ズーレなんかもですね、アップグレードされて89になってますね。まず新選手、ヤンコートですね。ヤンコート、ジローのね、初戦ですかね、1試合目、負けてしまって、値段が下がってしまったんですけれども、この88でもですね、今の現環境、全然やれる選手になってます。特にラピッドのプラスだったりとか、インターセプトのプラスがついてますので、非常に上がらせるっていう風な部分のスピードだったりとか、守備におけるパスカットなんかもしっかりしてくれる、そういう選手になってますね。また逆足が4っていう風なことと、ドリブルの軽さだったりとか、ペースの速さを生かしてですね、非常に攻撃にも厚みがつけれるという、そういう選手になってますね。フィジカル若干弱いですけれども、守備はある程度、できる選手にはなりますし、ちょっとシュートもね、打てるっていう風なところもいいのかな。かつ、冷静さなんかはね、シルバーの時と比べるとプラス30されてるので、非常に大きなアップグレードを受けた選手になりますね。正直、この88でも自分は結構使用感は、良かったので、プラス3だったりとか、4はなんかちょっと厳しそう。初戦負けてしまったんで、厳しそうなんで、プラス3ぜひしてほしいなというふうに思いますね。これからのアップグレードをされていけば非常に化ける、そういう選手になってますね。そして続いてはマート戦ですね。こちらもファンタジー FC の選手になってまして、一応ね、マート戦は88になることが確定はしてます。一応クリーンシートやったかな。条件クリアしたんで、88になるということですね。で、88になっても、まだ B かなというふうに思っていただければ嬉しいなと思います。ジョッキのプラス、予測のプラス、ここ2つついたのは非常にでかいですし、ペースがね、速くて逆足が4あるサイドバックになってます。かなりね、この人も強化を、された選手で、全然使える選手になってます。この人もやっぱりアップグレがね、めちゃくちゃ楽しみで、プラス1確定されたことは非常にいいなと思いますし、ここから2、3と続いていってほしいなと思います。この人もフィジカルちょっとね、弱いんで、ここは改善の必要はあるんですけれども、十分攻撃的なサイドバックとしては優秀で、十分スタメン級に入ってくるなと思いますね。そして続いては A ですね。A はですね、こちらも新選手いまして、ファンタジー FC のリザラズ、そしてファンタジー FC のデリフト、そしてコナテ、そして SB してきましたフューチャースターのウドジェ、そしてこちらも SB してきてますファンタジー FC ヒーローのリカルド・カルバルト、これらの選手を追加をしてます。また前回からだとリース・ジェームズかなを少し下げているという風な形になりますね。まずは新選手リザラズですね。ファンタジー FC ヒーローの選手になってます。リザラズあと1勝かな。1勝すればプラス1という風なことになっていて、91まで能力が上がって
クイックステップのプラス、そしてスライディングのプラスが新たについたというふうなことですね。また予測だったりとか、クロスのね、部分も持っているというふうな選手にはなりますし、能力高くなったなというふうに思います。理不尽さ若干ね、感じるような LB になりましたし、逆足さんはちょっと残念ではあるんですけれども、ほぼほぼあまり不満は感じない選手にはなりますね。空中戦がね、サイドバックとして必要と思う方は合わないかもしれないんですけれども、軽くて攻撃参加もできる選手としては非常に強いなというふうに思いますね。そして続いてはデリフトですね。デリフトもかなり強化をされたと思います。普通に強くなったなと思いますし、ペースの部分はね、83まで、上がりました。で、フィジカルも強くって、ディフェンスの能力、守備の能力もしっかり上がったという風な選手。またプレイサルプラス2つ付きでジョッキーのプラスとエアリアルのプラスついたっていうのは大きいなという風に思いますし、ロングパスもね、うまい選手で、ビルドアップもできるという風な選手になってますね。リアクション冷静さもある程度あっていいなと思います。こっから、改善すべきところで言うと、インターセプト面だったりとか、やっぱりペースの部分はもうちょっと弦関係欲しいなというふうに思うので、ここはアップグレード必要かなと思いますね。そして続いてはコナテですね。コナテはですね、プラス1、88になることが確定をしてます。88になったらもしかするとちょっと S に上がるかなといったところですね。というのもコナテむちゃくちゃ強いですし、A ランクの上位に位置していると思ってもらえれば嬉しいですね。若干、ペースがこの人もちょっと欲しいなっていう風には、もちろん十分83年あるし、加速タイプもね、長いなんで、しっかり追いついていってくれるっていう場面はあるんですけど、ただ、もうちょっとあってほしいなっていう風にね、思うシーンはなくはないので、ここは、ぜひアップグレで改善をしてほしいなと思います。この人プレイサルプラス2つ付きでブルーザのプラスとヨーシャン氏のプラス付いてるっていうのは本当に素晴らしいです。予測こそないんですけれども、本当にフィジカルでゴリッと取ってくれますし、あまり貫通をしない選手になってます。また、それこそ取った後のパス面だったりとかも、それデリフトよりもうまいので、そういう風なところも本当によくって、もう正直、もうこの87でも S ランクに入れようかどうか迷ったぐらいのね、選手にはなるので、本当に今後のアップグレがですね、楽しみ。で、プラス、なんかこのままの感じだったらプラス3硬そうな感じはするんで、ぜひちょっと OVR90 まで行ってほしいなと思いますね。そして続いてはウドジェですね。フューチャースターで、SBC で来た選手になります。コスパはかなりいいですね。本当に LB の選手、プレミアの LB で強い選手来たなという風な印象ですね。実際自分は90に、オベル90にエボリューションで、したので、できる方は90にした方がいいかなという風に思います。90にするとグッド S ランクに近づく選手になりますね。ペースも速くってフィジカルも強い選手になりますし、空中戦もね、かなり強いんで、安心してクロス対応だったりとかヘディングで競り勝つという風なことができますね。守備能力も能力以上に強さ感じますし、しっかり取ってくれる選手ではあるので、本当攻守にわたってですね、優秀な選手にはなりますね。そして続いてはリカルド・カルバーリョ、こちらも SBC で来た選手になります。今でもこちらは作れるカードになってます。価格はね、70万ぐらいするちょっと高価な、選手にはなるんですけれども、予測のプラスとエアリアルのプラスを兼ね備えていると、そういうセンターバックになってますね。で、ペース83まで、上がりまして、守備能力がかなり高くなってますね。個人的にはですね、動かしやすいし、十分強い選手になるんですけど、予測のプラスがね、なんかプラス感があんまりないなっていうのはこの選手、使ってて感じますね。なんかボールが相手に転がっていくというか、しっかりね、収めてくれない、感じがしました。能力と予測のプラスがあるのにもかかわらず。なんで、そういう、本当自分が使った時の、印象で、個人的には S ランクにはいかなかったなと、いう風なところですね。で、またリアクションとか冷静さがね、ちょっと低いっていうのも、低いというか、物足りない、部分はありますので、そういう風な部分でも、S ランクに行くほどではないかなっていう風なところですね。ただ十分 A ランク
トップクラスの選手ではありますね。そして続いては S ですね。S はですね、新選手の追加こちらもありまして、ファンタジー FC のメンディ、そしてファンタジー FC ヒーローのルシオ、そしてコンパニ、そしてファンタジー FC マルキーニョスと、これは4名が現環境最強クラスの選手で新しく追加をしました。まずはメンディですね。メンディ90になってます。もともと89でしたけど、すでに90にアップグレードをされてます。やっぱり逆足後、非常に素晴らしいですし、能力ももちろん高くなってきてますので、本当にトップオブトップの LB だなというふうには感じますね。Y 選手と並ぶ、もしくはそれを超えていける、そんなカードかなと思います。スライディングのプラスはね、ちょっと他の方がいいような気はしますけど、クイックステップだったりとか、あとはブロックだったりとか、ラピッド、要素なしついてますので、普通に強いなというふうには思いますね。ペースもカンスト近いですし、フィジカルも強い選手で、能力以上に守備能力がね、ある選手になりますので、もうなんか本当に能力が高くなって、より能力以上に強さ感じた選手が能力もしっかり高くなったっていう感じなんで、理不尽さの塊かなと思いますね。めちゃくちゃ強い。本当にメンディはえぐいですね。そして続いてファンタジー FC ヒーロールシオですね。初特集で、現環境も最強クラスのセンターバックになります。何でもできる。もちろん守備に関しても予測のプラス、ブロックのプラスついてる、かつ能力的な部分でもフィジカルは強いし、守備能力もめちゃ高いし、かつ AI も、いい賢い選手になりますし、ペースも85まで行きましたんで、もう完璧すぎる選手になります。かつ取った後のドリブルの軽さなんかもありますし、パスも上手い選手になってますね。こっからまたアップグレがあるカードになりますんで、レバークーゼンがこけなければプラス1は余裕で確定させれるかなと思いますので、もう恐怖しかないですね。そして続いてはファンタジー FC ヒーローコンパニーですね。こちらも最強のセンターバックになってますね。で、コンパニーに関してはすでにプラス1が確定をされてます。92になることはすでに確定をしているので、後にね、92になるんじゃないかと思いますね。80ペースはこれで6まで、いきますか。で、フィジカルも強くなって、守備能力も高くなるという風なことですね。で、またリアクション、冷静さなんかもより高くなっていって、もうえげついですね。この人もとんでもなくなるなと思いますし、プレイサルプラス2つ付きで予測のプラスこちらもついてますし、インターセプトのプラスも持っていると。で、やっぱりもともとコンパニー守備のね、プレイスタイルなんかは非常に多く持ってるので、他にもね、ブルーザーとかブロックとか、あとはエアリアル、パワーヘタなんかもついてますので、もう最強ですね。ほんと気になるところで言うと、ジャンプ、ただだいぶ改善はされてきてる。スタミナぐらいですかね。80っていう。ただセンターバックなんでそこまでは減らないかなという風なところなんで、もほぼ完璧なこちらもセンターバックも最強のセンターバックになってますね。そして続いてはマルキーニョスですね。ファンタジー FC で強化をされたマルキーニョス。特にペースが大きく向上をしまして86まで、行きました。今おそらく対象4試合のうち2試合が終わってるかなと思うんですけれど、多分まだアップグレードは確定は、してないですね。もしかするとこのままずっと90のままかもしれないですね。個人的にはプラス1、2あたりされていってほしいなというふうには思うんですけれども、どうなんかですね。ただ90のこの能力でも正直環境最強かなというふうに思いますね。この選手も予測のプラスを備えてて、パワーヘッダーがついているというふうなことですね。で、あとはインターセプト、ブロック、ジョッキー、エアリアルなんかもついてますんで、本当にセンターバックとしてはプレイされる何の問題もないですし、能力の部分でも守備能力高いですし、フィジカルはね、ちょっと弱いように感じるんですけど、マルキーニョスはね、あんまり感じない。フィジカルそんなに弱いなっていう風には思わないですし、通った後のビルドアップ、あとはドリブルの部分でも、事故らないですね。ちゃんとセンターバックの中では細かいタッチとか、敏捷な動きができるっていう風な選手にはなりますので、取った後のそこのリスク管理っていうのもしっかりできるという風な選手にはなります。おそらくね、プラス4はないと思うんで、もうちょっと助かったなと
いう風にも感じつつ、ただマルキーニョス好きなんで、プラス2、3いってほしいなと思いますね。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。